はい、皆さんこんにちは、バックボリです。突然ですが、皆さんの掘りたいと思っているものは何ですか？木彫りは花であったり、竜であったり、動物であったり、結構いろいろ何でも掘ることができます。なので皆さんも自分が掘りたいと思っているものがきっとあると思います。ただ、掘りたいと思ってはいるけど、掘れるかどうかわからないということもあると思います。なので、今回は僕が修行時代に言われていた言葉、絵が描けたら掘れるを検証したいと思います。この絵が描けたら彫れるという言葉は本当なのでしょうか？はい、ということで今回、彫れないと思っているものの絵を描いてみました。この絵のテーマは白衣観音という観音様です。観音様が白い、衣をまとっている様子の、仏像ですね。今まで花とか動物とか彫ってきて、大抵のものは彫れると思うんですけど、仏像は自分の中で彫れないものとして考えていました。というのは仏像っていうのは目の位置はこうだったらここの寸法はこう、顔の寸法はこうで全体の寸法はこうなるというふうに結構細かい、決まりがあるというイメージが僕の中であります。なので、木彫りの中でも仏像というのは仏師と呼ばれる専門の先生たちが彫られているものですので、僕は今まで仏像というものは彫っていきませんでした。ということで、先ほどの言葉、絵が描けたら彫れるという言葉が事実だとしたら、一応この絵は描けてはいるので、言葉通りなら僕もこれで仏像が彫れるということになると思います。で、今回、あえてその仏像を彫るにあたっての細かい決まりは意識せずに、いつも僕が彫る手順通りに彫っていこうと思います。今回はこちらの小さい白衣観音、こちらを彫って絵が描けたら彫れるが本当かどうかを検証していこうと思います。それでは検証。下絵から型紙に、切り取りました。昔見たことある仏像の型紙はもっと四角く余裕をたくさん取っているイメージです。ただ今回はいつも通り直線で、結構ギリギリを攻めて型紙にしてみました。では実際に彫っていこうと思います。今回はヒノキの材料があったので、これを使って彫っていこうと思います。はい、ではやっていきます。正面の余分を取りました。ここまでは、いつも通りの工程で進めています。次は側面の余分を取っていきます。ここも特に問題はないと思います。側面の余分も続いて取りました。ここまでは、型紙通りにいらない部分を取ったという段階になります。ここから見ながら彫れる動画的に言うと、荒彫りの3、斜めを取るをやっていきます。次は荒彫りが終わったぐらいまで進めようと思うので、もしかしたら第一声が失敗しましたという可能性もあります。はい、ではやっていきます。荒彫りまで進みました。今のところ失敗というほどの、失敗はないんじゃないかなと思うので、このまま続けていきたいと思います。小彫りの途中ぐらいまで、作業が進みました。かぶっている布のシワとかもだいたい形は出した感じで、このまま小彫り、そして整理を進めながらさらに細かい形を出していくという段階に入っていきます。多分これが良くなるか悪くなるかはここからもかなり影響すると思うので、気を抜かないでこのまま続けていこうと思います。では次は整理ぐらいまでやったらまた上げようと思います。小彫りが終わって整理に入りました。ここからは、形の変更は行わずに表面の、綺麗さを追求していく作業になっていきます。仏像彫刻では多分ここからがかなり難しい、ものになると思います。特にヒノキは仕上げが難しいので、ちょっと気合を入れてやっていこうと思います。では次は仕上げが終わったら、動画を撮りたいと思います。はい、白衣観音の仕上げが終わりました。それでは見せたいと思います。はい、こんな感じです。はい。ということで今回は今まで彫ったことのないものでも絵が描ければ彫ることができるかということの検証でした。結論としては今まで彫ったことがないものでも絵が描ければ彫れると思いました。ただこの彫れるにはカッコ付きで一応というのがつくかなというのも彫りながら思いました。どういうことかというと、
掘れることは掘れるんですけど、さらに上を目指すとしたら、木彫りの技術であったりとか、いい資料がたくさん持っているであるとか、彫刻刀の数がたくさんあるとか、そういったいろんな要素がやっぱり絡んできて、トータルで、もっと、より良いものが彫れるというふうに言えるのかなと思いました。結論として、絵が描ければ彫れる。これは崩れないかなと思います。もし、チャンネル登録などをされていない方が見られていたら、よければチャンネル登録していただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。